あれからどうした？あれからじゃ起立礼着席誰かタバコを吸ったな。教室でタバコを吸ってはいけない。しかしいけないと言われたことはやりたくなる。私も教員室で始業のベルを聞いて教室へ行こうとすると途端にタバコは吸いたくなる。そこで一服つける。それがついもう一本もう一本となっていつも2、30分授業に遅れてしまう。でも先生、今日はどうしたんです？私は先生と呼ばれるようになってすでに30数年。その間開けっぱなした水道の水が叩きに落ちて溝に流れ込むのを眺めるように年々学生が目の前を流れ過ぎた。その顔をいちいち思い出すわけにはいかない。いや、その中で一つだけはっきり覚えてる顔がある。それは授業中に目を開けたまま眠っていたやつの顔だ。おい高山。はい。その居眠りの達人は君のお父さんだよ。ところで諸君、私が先生と呼ばれるのも今日が最後だ。私は今日限り先生を辞めることになった。私もどうやら書いたものが売れるようになった。それで食っていける。先生という商売も嫌いではないが、二頭を追う者は一頭も得ずということわざもある。そんなわけで私は先生を辞める。先生。ん？学校の先生を辞めても先生は先生です。僕の親父もこの学校の同窓生だった親父の友達も今もって先生のことを先生先生と言っています。そして先生は金無垢だって。金無垢？混ざり物のない金の塊。先生は本当の先生だという意味でしょう。先生はドイツ語の先生ですが、ドイツ語の他に僕たちになんだかとても大切なことを教えてくれたように思います。
ここは先生が学校を辞めてから引っ越してきた家である。奥さん、先生をどこかへ片付けてくださいよ。邪魔でしょうがない。あなた。お、それは玄関に置いてくれたまえ。玄関を書斎にする気だ。同時に玄関に座って門番もやる。そして君たちみたいなうぞうむぞうがみだりにこのうちに侵入するのを防ぐ。でも大丈夫かしら。何が？何がって、このうちは構えの割に家賃が安いし、どうも変だと思ってたら、いえね、今日このお蕎麦を注文に行って蕎麦屋のおかみさんに聞いたんですけど、このうちはよく泥棒が入るうちなんですって。それでみんな長く居つかなくて、借り手もつかずに空いてたんですって。泥棒がなんだ。第一泥棒が入ったって盗まれるようなものは何にもない。でも私なんだか怖いわ。大丈夫だよ。泥棒なんか入らん。絶対に入らんよ。私は子供の頃から泥棒が怖くて怖くて泥棒に入られない工夫はないかと一生懸命考えたんだ。そして泥棒がどうしても入れない方法を編み出した。本当ですか、先生？本当だよ。1時、牛水時、泥棒の時間だ。よし、俺はこの塀を乗り越えてくぐり戸を開けるから、お前はここから忍び込め。ちょっと待てよ。それじゃ俺たちが泥棒みたいだぜ。俺たちは先生の奥さんの話を聞いて心配だから、泥棒の用心がいいかどうか確かめてたんだぜ。本当に泥棒の気持ちになって忍び込んでみなければ、泥棒の用心がいいかどうか分かるもんか。見ろよ、このざまだ。何が大丈夫だ。泥棒なら任せとけよ。聞いて呆れるよ。
見事に一本取られたな。着に沢からこいつを盗んできた。先生の帽子じゃないか。昔陸軍の教官をしてた時かぶってたらしい。でももういらないだろう。今日の記念に持って帰って顔にするよ。あ、いや、このくぐり戸どうする？どうするって？これ開けっぱなしだぜ。中に入って戸締まりをして部屋を乗り越えてこなくちゃダメだ。このままじゃ不用心だぜ。あ、そうか。よし。降りろ、降りろ。なんだよ。誰が来る？いけね、おまわりだ。大丈夫かな、あのくぐり戸。大丈夫だよ。あんな張り紙を見たら本当の泥棒は絶対に入れない。かなわないな、先生には。ああ、金無垢だ。先生、よ招待状をいただいたので一度遠慮なく参上しました。さあさあ上がりたまえ。と言ったって先生がそこにいたんじゃ上がれませんよ。先生、そうしてると大書人か人相見みたいですよ。分子なんてそんなもんさ。これも訪問客をこの玄関先で撃退する備えだぜ。あ、それにこんなもん読んだら引き下がるほかないな。食産人、世の中に人の来るこそうるさけれとはいうもののお前ではなし。亭主、世の中に人の来るこそ嬉しけれとはいうもののお前ではなし。失礼します。失礼します。失礼します。いらっしゃい。お邪魔します。どうも。すいません、ちょっとこれ。すいません、大丈夫ですか？座布団は5枚しかない。私だけということにするよ。招待客に対して失礼な話だが、ま、いいでしょう。何が失礼だ。人のうちに上がり込んでいきなり襖取り外す。そんな客があるかい。ところで先生、面会日でもないのに今日は一体何です？今日はちょっと特別の日でな。特別の日？うん。とうとう私が本物のじじいになった日だよ。今日は私の還暦60歳の誕生日だ。本当ですか？そうと分かってたら我々が先生を招待して大々的に祝賀会を開いたのに。いやまあまあそういうな。目下戦時中で誕生日どころの話じゃない。当の本人も国の親類からお祝いに鹿の肉を送ってきたから気がついた次第でね。鹿の肉をつつきながら諸君と一杯傾けるのもあるわ。ビールや酒ならみんなでかき集めて持ってきました。ああ、それありがたい。奥さんこれどうぞ。お願いします。どうぞ。はい。いや、ところで総勢何人だい？16人です。7人となれば足りるかな。何足りなきゃ買ってきます。すいません。 。。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 。 どうも。
では諸君、おめでとうございます。みんな楽にしてくれたまえ。私がこうしているのはこれが一番楽だから。じゃあ失礼します。そろそろお肉を入れになって。奥さんも一緒にやりましょう。家内はいいんだよ。いやダメなんだよ。馬の肉は食べたことはなくてね。馬の肉って先生、これ鹿の肉じゃないんですか？うん、鹿の肉はどっさりいただいた。とても私たち夫婦だけじゃ食べきれない。そこで諸君を招待しようと思いついたわけだ。しかし諸君の胃袋のことを考えるとまことに心細い分だ。また鹿鍋は珍しいごちそうだが、名前としたら馬を添えた方が面白い。つまりバカ鍋ですな。先生、わかりました。我々がバカだからだよ。なんだよ困る。今時牛肉、豚肉、鶏肉はとても手に入らない。ちょうど馬の肉ならあるという情報があってね、鹿のみならず馬をあしらったその鍋の風情やいかにと考えた。そこで私は小耳に挟んだその遠い肉屋まで行ってこの馬の肉を買ってきた。これは一つの美談だよ。可愛い弟子たちのために老骨に夢中ってとぼとぼと馬の肉を買いに行く。その姿を思い浮かべてみたまえ。まさに仰げば尊し我が師の諸君、その上私はその肉屋で実に苦しい立場に立たされたんだ。その馬はね、元教官をしていた陸軍士官学校の馴染みの軍馬でね、その馬がキレの長い目でじーっと私を見てる。教官殿、そこで何を買っておられるんですかと問いかける。困ったよ、まったく。穴があったら入る。ところで諸君、馬の目玉は大きいね。さあ始めよう。もう肉はそろそろ食べ頃だから。なんだかますます食べにくくなっちゃったな。先生が変な話するから。みんな鹿の肉だと思って食べりゃいいさ。第一肉はごちゃ混ぜにしてあるから、どれが鹿でどれが馬だか分からない。いただきます。なるほど、うまいや。空襲にならないといいね。せっかくのバカ鍋が闇鍋になっちゃう。いやもう空襲は嫌いで、電気を消さなきゃならんので困る。私は子供の頃から暗いのが怖くてね、寝る時も電気つけておかないと眠れない。今でもですか？君たち暗闇は平気かね？平気ですよ。子供じゃあるまいし、暗闇のどこが怖いんですか？君たちにも困ったもんだ。なぜです？
暗闇が平気だなんてやつは人間として重大な欠陥がある。想像力に欠けとるんだよ。ちゃんとした人間なら暗闇は何にも見えないから、その見えないところに何かいないかと想像する。どんなものが潜んでるかわからない。自分にとって危険なものがいる可能性がある。だから怖くなる。そう考えない方がおかしい。私はね、この辺にはタヌキがいるって言われると、その辺を歩いてる時に出会った人がみんなタヌキにいや、タヌキが人に化けて歩いてるんじゃないかと一応疑ってしまう。想像力のある正常な人間ならそれが当たり前だよ。先生は金木だからそれが当たり前かもしれませんが、我々にはとてもそんな。金木先生に乾杯。おう。乾杯。乾杯。仰げば尊し我が師の恩、教えの庭にも早いくとせ、思えばいととしこの年月、今こそこの先生の家も空襲で焼けてしまった。これがそれからの先生の家である。これ全部入らないできっと。大変だ。いただく。奥さん、これは先生に一番大事なもの。いや、これはまさに寒天の自由だ。何より。ちょっとこのご飯そちらでいいですか。これちょっと。よいしょ。お前も上がる気か。手伝うよ。いいったら人手が多すぎて。大丈夫ですか。動きが取れない。缶詰のイワシ。イワシの気持ちがよくわかる。なんかこっちに取るものあります。これすいません。あ、すいません。はい、ありがとうございます。これもです。ちょっと頭ごめんなさい。こんな頭ご遠慮なく。あ、それからもう一つ。すいません、これ。この上に乗せさせて。奥さん。あ、はい。いるものがあったら何でも言ってください。まあ、皆さん本当にどうも。いつもお世話ばかりおかけして。いや、とんでもないです。傘が欲しいな。傘ならそれどうぞ。我が家の化粧室はあの新築の建物だから屋根がないんだ。だから、今日みたいな雨の日はね利用できない。しかしみんな正直言ってここじゃあんまりどっか探さないと。いやいや、不思議と焼け残ったこの小屋に巡り合ったのは妨害の幸運だ。しかもこの持ち主は面識のあるバロンでね。バロン。男爵だよ。男爵がこんな家に。バカ言っちゃいかん。ここはね、
その男爵の屋敷の庭番のじいさんの小屋だよ。屋敷の私のうちと一緒に焼け出されたその朝、私たちがこの小屋見つけて一休みしてる時、屋敷の焼け跡を見に来たそのバロンに会ってね、この小屋貸してくれないかって頼んだら、どうぞどうぞというわけでね、助かったよまったく。これ知っとるだろ。はい。本は重くてね、好きなこの本だけ持って逃げた。これを書いた鴨の長明という人は平安時代の都に住み、戦乱大火飢饉その他いろいろな災悪を経験し、この世の無常をはかなんで山の中にいおりを結んで隠遁した。いや、私も近頃全くこの鴨の長明の心境だよ。当分この小屋を北条記のいおりと心得てここに落ち着くつもりだよ。しかし諸君、まず上がりたまいと言いたいが、上がってもらうわけねえから。このうちは家内と私で満員だ。どうぞお構いなく。先生、いかがですか。どうぞ。たくさん飼っていた小鳥たちもみんな焼けてしまった。家内はもって逃げられないんだ。せめて話してやろうと言ったら、話された夜の鳥は明るい石の中に飛び込むだけだ。どうせ焼かれるもんなら長年住み慣れたカゴの中で死なせようと置いてきた。このメジロはね、近所の子供が拾って持ってきた鳥でね、巣から落ちたんだろう。最初は本当に小さなヒナだったの。そんな頃から育った鳥だから、どうしてもと言って家内がそのカゴを抱いて離さない。仕方ないからこれだけ持って逃げたんだよ。ところでここは狭いのだけ北条家に似ているが、風流はない。長明のいおりの南には掛碑があって、山の水がいつも清らかな音を立っていたらしいが、ここで聞く水の音はそこの土塀に誰かが立ち小便する音だけ。でもね、人はどうして同じところで立ち小便するんだ。いや、みんな同じところでやるよ。小便無用と書いておいてもダメらしいんだ。おまじないに鳥居を書いておいてもあんまり効き目はないらしいですね。しかし私は一計を案じてね、あるおまじないを書いてみたんだ。多分これで大丈夫だろう。諸君参考に見てきてごらん。そこの土塀の向こうだ。こりゃ名案だよ。ちょん切られちゃかなわない。こういうのにかけちゃ先生は天才だ。これで梅雨も明けるかな。あ、そうだ。先生大丈夫かな。
先生は？これですからね。ゴロゴロっときたらもう大変。おかげでいつも雷よけのおまじないの線香だけは用意しておかないと。いろいろ持ってきてもらってこんなことを言うのもなんだが、人間生きてるといろいろ持ち物が増えて困るよ。空襲で何もかも焼けてさっぱりしたと思ってたら、このうちでもいろいろ持ち物が増えて、時々 B29 にまた来てもらいたいと考えるよ。しかし戦争が終わってほっとしましたね。そうかね。逆だよ。戦争が終わって楽になるどころか、戦争中には細々ながらあった食料の配給もまるでなくなって、近頃の生活はこじき同然だ。昔子供の頃の話だがね、うちの裏の空き地に竹とむしろで小さな小屋を作って、その中で座って喜んでたことがある。それを見つけ出された時、おばあちゃんがポロポロ涙をこぼして、この子はまあなんということをする、大きくなったら小じきになるんじゃろう。手放して泣き出した。まったくおばあちゃんの言った通りになってしまった。先生、何を言うんです。カモの長命を気取ってたくせに北条家の精神を忘れたんですか。先生らしくもない。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。よどみに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる試しなし。世の中にある人と住みかと、また格のもとし。分かったよ。つい年寄りの愚痴が出てしまった。すまん、謝る。実はそのことで今日伺ったんです。先生をいつまでもこんなところには置いておけない。みんなでどっかに家を作って先生に送ろう。冗談じゃない。そんな話は困るよ。もちろんすぐというわけにはいきませんが、来年の第1回マーダ会の頃には具体的に計画を立てて。なんだいそのマーダ会っていうのは。先生の誕生日の会の名前ですよ。先生がなかなか死にそうもないから、そういう名前にしようと決めたんです。もういいかい、まだだよ、まだ会のマーダ会です。まはマリ支店のま、あは阿弥陀のあ、だは同じく阿弥陀のだ。どうです、立派な名前でしょう。そうかね。まだ会、まだかい。ただいま。これは本物のジョニー・ウォーカーの瓶だが、中身は違うよ。馴染みの薬屋にもらったんだが、薬用アルコールにお茶や黒砂糖を混ぜて作ったらしい。味はいまひとつだが、
よく聞くよ。なるほど。なんだかいい気分になってきたな。先生、昔学生の頃先生と飲んで酔っ払うと先生に引率されて随分いたずらをしてまいりましたね。いろいろなうちの表札を入れ替えて、シラフになった先生に呼び出されてまたその表札を元通りに直したり。ああ、どうもすいません。ところで先生、今度の先生の家はどうしましょう。和風がいいですか、洋風がいいですか。おいおい、さっきも言ったようにそんな話は困るよ。水臭いなあ、先生も。戦争が終わって有名な書店が再建を始めた。その一つが先生の書いたものを本にする権利と引き換えに金を出してもいいと言ってるんです。任せてくださいよ先生。実は今度の家の土地の見当もついてるんですよ。小さな庭ぐらい作れますよ。先生、どんな庭にしましょう。池が欲しいな。池、潜水ですね。あの土地にそんな大きな池は作れませんが、小さな池なら作れますよ。あんまり小さいのは困る。池には魚を飼いたいが、魚は同じ方向へ泳ぐんだ。池があんまり小さいといつも一方へ体を曲げて泳がなきゃならない。そのために魚の背骨が曲がってはかわいそうだ。魚の背骨？こういうのはどうだろう。庭を全部池にする。工事が大変だな。いや、だったら池の円周はできるだけ大きくするが、その真ん中に中之島をこしらえてドーナツ型の池を作る。先生は本当に変なこと考えますね。我々凡人には及びもつかないことを考える。大真面目に魚の背骨のことまで心配するんだから、やっぱり天才だな。子供なんですよ、いつまでたっても。分かった。奥さんそこに惚れたんでしょ。バカおっしゃい。隠さないでもいいですよ。考えてみると我々も先生のそこがたまらなく好きだ。先生といると楽しいのはそこだな。奥さんもそうなんでしょ。お月様が出ましたよ。出た月が丸い丸いまん丸い。昔の歌いいね。アンリ・ルソーの絵みたいに無邪気で素直で、私は昔の歌が大好きだ。先生、戦争中お月様なんていうあんないいものがあるの忘れてましたね。ん？出た月が丸い丸いまん丸い盆のような月が。たびたびの炎上に滅び至る家、また戦ばくぞ。ただ仮のよりのみのどけくして恐れなし。ほどせばしといえども夜伏すゆかあり、昼いるざあり、一心を宿すに不足なし。
それではこれから先生の61歳の誕生日を祝しまして第1回マーダ会を開会いたします。連合軍占領下の世情は厳しく、食料事情、アルコール事情ともにままなりません。幸い会員諸君の協力を得まして東奔西走、今日の宴会を設けることができました。まず幹事肝煎として会員諸君の労を多し、一言御礼を申し述べる次第であります。では先生に一言、そしてこの大杯のビールを一息に飲み干していただきまして乾杯に移りたいと思います。皆様並びに諸君、今席は私をお招きくださいましてお忙しいところお忙しくなかった人もあるでしょう。このように盛大にお集まりいただきどうもありがとう。さてこのクソじじいまだ生きているのかというのはこのマーダ会の趣旨だと思いますが、マーダ会とお聞きになるから私はまだだよとこうして出てまいったわけであります。この会の趣旨に反するかもしれませんが、どうか来年も再来年もひとまずまだ会と聞いていただきたい。もちろんそのうちにきっともういいよと申し上げる人なんでございます。その点用意万端整っております。この私の右のお方は長年お世話になっている私の主治医の小林さん、私の死亡証明書をお書きくださった。この私の左のお方は皆さんご存知の学友、今は家業を継いである寺の住職に収まって、おられる亀山さん、私に引導を授けてくださる方が、そんなわけでありまして、私はこれからこの大コップのビールを一息に飲むことにいたしますが、その際ぽっくり言っても全くご心配には及びません。まだだよ。乾杯。おめでとうございます。ところで皆さん、酔っ払って何を言ってるのか分からなくなる前に順々に立ってスピーチをお願いします。時間の関係上なるだけ短く簡潔に。先生万歳。おい、短すぎるぞ。短いから祝辞だ。長いと長寿になる。私は深く先生に感謝しております。先生のご指導でドイツ語でオペラ「ファースト」を上演した時、
変素晴らしい役をいただきました。その晴れがましい思いは今でも忘れられません。君メフィストフェレスをやったのかい？違います。私がやりましたのはファウストが恋したあの永遠の処女マルガリータです。私はスピーチが増えてですので、北海道の釧路から鹿児島まで駅の名前を申し上げます。急行かね？いえ、各駅停車です。あ、そりゃ大変だ。釧路、新富士、小田之助、書路、白糠、恩別、釈別、直別、厚内、上厚内、浦幌、新吉野。そいつはほっといて次。薩内、帯広、伏子。私はなぜ今日がおめでたいのかよくわかりません。金山、下金山。先生がまだ生きてるからおめでたいということらしいんですが、私も今生きているが、しかもおめでたくもなんともない。大僧正。大僧正は困りますよ。じゃあ僧正。それもどうも。では大王将。それもね。では和尚。それならいいでしょう。ところで和尚、商売の景気はどうだい？もう忙しいかね？結構忙しいです。だから先生、まだ来てもらっちゃ困りますよ。じゃあもう少し待つとしよう。いや、ところで藪さん、かけねえなしに、私あとどのくらい持ちますかね？そうですな。私の言うことを聞いて無茶をしなければ、あと15、6年は責任を持ちましょう。あったな。そう長生きされたら大変だ。我々マダ会の幹事の責任問題。取ってあげてください。先生。キラフ、ガリブト、昆布、ランコシ、メナ。君重役になったんだろ？おかげさまで。しかし君、重役という言葉について考えたことあるかね？別に。いや、だから困る。重役の重は重病人の重、重罪の重、重労働の重。重役になったからといってえばって言ってはいけない。そんなやつは重役ではなくて重役にかけねばならない。そこでいよいよ、私の連載もいよいよ具体的になりまして、これもひとえに先生のおかげです。先生、ありがとうございました。先生は我々に酒というものの楽しさを教えてくださいました。しかし中にはただ酔っ払うだけでいろいろ先生に迷惑をおかけした者もおります。そこにいる杉野はすぐビール瓶を振り回して暴れ、そこにいる北村は酔うと誰かで構わず抱きついてキスをする。君、ひげを剃ったのかい？はい、剃りました。勝手に無断でひげ剃って済ましているが、そういうもんではないだろう？なぜです？なぜって君、あのひげは長年君の顔にあって、我々はみんなそれを頼りに君というものを識別してきた。それがないんだよ。最初私は君が誰だか分かんなかった。つまりあのひげは君のもんだが、また私たちのもん。それを勝手に剃り落としちゃ困る。すいません。ではまた伸ばします。いや、それは困る。君のその顔にひげ生やしたらまた誰だか分かんなかった。東仙台、仙台、長町。ありがとうございました。皆さんもご承知の通り、先生は誠に博学であります。ある時、耳は頭についているものとばかり考えていてはいけない。アンプリオプリス・スピリアスには足に耳がある。なんだって？アンプリオピス・スピリアスって一体なんだい？違うよ、アンプリオピリス・スピリアスだ。黒磯、東那須野、西那須野、野崎、矢板、片岡。先生、どうぞ。
押し寄せられては私一人でとても太刀打ちできないもういっぺんここで一緒に杯をあげてもうあとは各自めいめい適当にやってみようかなでは諸君ありがとうありがとう酒の席というのは面白いね。ある時誰ということなく一座が全体に寄ってくる。なんとはなしにだね、煮えてきたお鍋の中のようにこう湧いてくる。あとは勝手に手帳でやるから。しばらくです。正確の問題です。大学で先生に出会えたこと他人の家の小冊を盗むといういたずらをしましたので、もちろん翌日謝りに行くわけですが、私が伺ったとても綺麗なお嬢さんがおりました。それが今の私の家内です。家内です。というわけで私は今まで、先生にも家内にも頭が上がりません。おい、静かに。ただお前の番だぞ。先生は偉い。その通り。先生だから偉いのではなく、偉いから先生なのである。先生は我々にとって太陽のごとき存在だ。褒めすぎだというと褒めすぎの感があるから月のごとき存在だと申し上げておきます。それでも褒めすぎだ待ってください。月は半分になったり3分の1になったり全然出てこないことも多く、先生の授業によく似ている。これすなわち先生を月に例えたゆえんであります。いいぞ。お月様偉いな、お日様の兄弟でまん丸になったり弓のようになったり、春夏秋冬日本中を照らす。名古屋岩島広瀬稲沢尾張一宮木曽川岐阜。出た出た月が丸い丸いまん丸い盆のような月が隠れた月が黒い黒い真っ黒い墨のような雲にまだ出た月が丸い丸いまん丸い
しぶりにおいちにの薬屋さんあれやろう。おいちにの薬は日本一。おいちにの薬を買いなさい。そのまた薬の効能は流飲医病に腹下し三千三五地の道に全息ずつ流行り風。次からは本日の即興。薬の効能数々あれどバカは死ななきゃ治らない。バカなことなら山ほどござる。今の日本じゃ花盛り。戦に負けて占領されて終戦なりとバカを言う。民主民主と言いながらエバルは悪いやつばかり。贈愛収愛手を振って正々堂々はいど地獄極楽あり地獄。それでも懲りない面々はお口を揃えてちばちちぱぱちぱぱ終わり。伊集院、満州市、西鹿児島、鹿児島、着きました。あれみんなどこ行ったんだろう。さあねさあもう一杯。あれは私かね。いやどうもそうらしいですな。
先生の新しい家ができた。男の下駄はこれだけ。あとは女物ですけど。我が家の回遊式庭園はそれほど広くはない。まあなんとか歩けるさ。何しろ池を作るために建物の方は手狭になって。いやあ、前のあの一畳しか使えなかった家のことを思えば、ここはまさに金殿玉楼だよ。なあ。本当に？恐縮です。しかしこのドーナツ型の池は我ながら明暗だと思うよ。太平洋は広いけれど、まっすぐ泳いでいくと結局アメリカの岸について終わりだ。しかしこの池をぐるぐる回れば無限の大きさを泳げる。私はここで鯉を飼いたい。夢に見るような大きなボートぐらいもある大きな鯉を泳がせたい。そりゃ無理ですよ。この池は無限大だとしても、そんな鯉をこの池に入れたら丸くなったままで身動きができない。それこそ魚の背骨に悪い。ボートぐらいと言ったのは物の例えだ。中国の詩にある白髪三千丈の類だよ。そんなクジラみたいな鯉がいてたまるかい。ところで金閣寺は池の中に立っている。金色三千とはいかないが、この小亭もほぼそれに近いからあの変額をかけた。なるほど、金閣寺。我々のような騒々しい者どもの侵入を禁ずる。いや、あれは書斎として使うから誰も入れない。どうかね、敷地としては少し狭くないかね。しかし設計次第でどうにかなるでしょお茶が入りましたよ。はい。今挨拶した人誰です？あの土地の地主で先日訪ねてきて、あの土地を買ってもらえないかと言われて困ったよ。もちろんそんな金はないし、断るほかはないんだが、とても低調な態度で陰銀にそう切り出されると即座に断ることもできなくて。でもどうやら買い手がついたみたいですね。よかった。ところでその猫を飼ってるんですか？名前はノラ。野良猫のノラだ。家内がアジの干物をやったらそのまま居ついてね。それにいい人相してるし。猫の人相ってのは少し変だな。いや、そりゃそうだ。他に言いようもない。猫相も変だし。とにかくこの猫なかなかよくできた猫でね。君たちよりずっと行儀がいいぞ。これだ。ごめんください。はい。よーしよーし。この間見えたお隣の方が何かご挨拶をしたいと。
すいません。何？だから私はわざわざこうして挨拶に来たんだ。しかしもヘチマもあるか。あの土地は私が買った。つまり私の土地だ。私の土地に何を建てようと私の勝手だ。しかしそうおっしゃっても隣のお方のことも考えていただかないと。このうちの垣根に隣接して3階のうちを建てるというのは非常識です。何が非常識だ。測量をしてみると思ったより土地が狭いから予定していた2階建てを3階建てに変更しただけだ。それではこのお宅には一日中日が当たらなくなってしまいます。それがどうした。そんなこと私の知ったことはない。行こう。ちょっと待ってください。行こう。問答無用だ。待ってください。私はやめます。何？あの土地は売りません。バカ抜かせ。今更ないよ。契約を済ませた以上あれは私の土地だ。私はまだ判を押していません。あれは私の土地です。私はあなたには絶対あの土地は売りません。もしもし、ちょっと。あんた、私のことを考えてくださって誠にありがたいが、本当にこれでいいんですか？困りませんか？私のうちのことなら日が当たらなくなってもしなきゃな。どうする？帰ってっておたちで。そうっすか。だから地主のとこ聞くか。先生、この猫、先生のおっしゃる通りなかなかいいところがありますね。この猫、あのバカ野郎の東四僕に腹立てて怒ってましたよ。しかし先生、あの地主なかなかいい人物ですね。どこに住んでるんですか？あの売り地の片隅の小さなバラックだ。ああ。では私たちはそろそろ。いや、まだいいだろう。なんだから腹の虫が収まらん。一杯やろうよ。何にもありませんけど支度してありますから。すいません、ちょっと所用がありまして。私も失礼します。先生、この南山樹って何です？南山の樹、寿命の長いのを祝う言葉だが、これは南山スと呼んでほしい。あんまり歓迎できない客には口も聞きたくないからかけてある。南山スは何ですかの狂わ言葉、ざます言葉といって江戸の遊郭の女郎の言葉だよ。南山ますが詰まって南山ス。なるほど。怒鳴ってた若らぜにはこれでいい。まったく南山スだ。あの野郎、いけすかね。あちきは嫌いでありんす。それじゃあ先生、失礼します。失礼します。じゃあね。
でもなんだか変だな。みんななんだって急に引き上げたんだろう。いい子だいい子だ、ノラちゃんは。ちょっと俺にも抱かせろよ。いや抱かせろよ。おいおい。ではそういうことで一つ。どうも。これで私もどこかに小さな家でも買って疎開させた家族を呼び戻せます。本当に何と申し上げたらいいか。いやいや、俺なら先生に言ってください。先生はあなたに感激してるんです、本当に。我々にもその気持ちはよくわかる。だから。おい、でもこの話先生に知られるとまずいぜ。そうだ、いいですか。この話先生には内緒ですよ。いずれわかるでしょうが、それまではこの土地はこのままそっとしといてください。あんた方本当にいい人ですね。いやいや、あんたこそいい人だ。でもね、一番いい人は先生だ。我々はその真似をしてるだけだよな。ではこれで。よかったね。ところでみんな。なんざんす？飲みに行こう。いいね。どこ行こう。先生の家へ引き返そう。そりゃ明暗だ。明暗でありんす。じゃあ。おい、先生が大変だ。どこが悪いんだ。病気じゃない、猫がいなくなったんだ。奥さんから電話で、すぐ来てくださいって。先生泣いてんだって。猫がいなくなってから毎日。あなた。よう。どうぞ。はい。奥さんから電話をいただいて。大丈夫ですか、先生。大丈夫だよ。たかが猫一匹のことだ。なんともない。それにこれまでもよくあったことだよ。ノラが帰ってこない日はこれまでも何度かあった。また帰ってくるさ。来てくれてありがとう。できればゆっくり一緒に飯でも食ってくれると助かる。本当にそうしてくださると私も助かるんですけど、この人ノラがいなくなってからほとんど何にも食べないんですよ。バカなやつだと思うだろうが、いや正直言って私はバカだよ。隠しのためのやつだよ。ノラがいなくなってからノラのことで頭がいっぱいになって何にもできない。ノラのことしか考えられない。あそこに柳があるだろう。ノラはね、あの柳の下の垣根の穴から入ってきたんだ。それから私たち小さな家族の一員になった。ノラがいなくなってから私は何かにつけてあの垣根の穴見てしまう。ノラがあの垣根から帰ってくるの。
見たくてね。この間講演を頼まれて九州行ったその帰りだ。その暗い駅のガラス窓の向こうに野良が見えた。おかしな話だがはっきり野良が見えたんだ。なんだか胸騒ぎがして東京駅へ着くとすぐうちへ電話をかけてみるとやっぱりあの日は夜になってノラが出て行こうとするから「おやめこんな遅いのに」って抱き上げると出て行きたがってもがくから抱いたまま庭へ出るとノラはもどかしがって私の手をすり抜けるようにして下へ降りてあの垣根をくぐってそれからしばらくして雨になってそれから土砂降りの雨になったんです。ノラもあれではとても帰れお風呂場の蓋の上にノラの寝床があるんです。主人は時々そこへ行ってその小さな布団を見て布団を撫でて泣いてるんです。私もうどうしていいかわからない先生みっともないからこんな顔は見せたくない。でもねセンチメンタルだとか大げさだとか思い切り悪いとかいろいろ考えるけれどどうしてもダメなんだよ。思い出すまいと思ってもノラのことを思い出す。すると辛くて苦しくてたまんないよ。
先生、ノラは私たちが探してきます。みんなで手分けしてきっと探してきます。だから先生。犬だよ。ノラをきっと探してくるって請け負ったものの、どうする？こんなところより焼け残ったところを探した方がいいかな。うん。でもね、先生どうしてあんなに。先生は俺たちとは違うんだよ。その感受性も想像力も俺たちとはまるで違う。どこにいるかわからないノラのことを考えると、その様子が細かいところまで目に浮かぶ。だから止まらなくなるんだ。そんな先生を黙って見てはいらんない。うん。頑張ろうぜ。これはノラについて書いた先生の優しい心の日記である。はい。はい。おじさん。お？猫ならいくらでもいるよ。でもね、私はこの猫じゃなければダメなんだよ。なぜ？君には弟がいるかい？いるよ、一人。まだ赤ん坊だけど。君の弟はその子でなくて他の子でもいいのかい？ダメだよ、そんな。この猫はおじさんの赤ん坊だよ。赤ん坊のように可愛がってた猫だ。だから他の猫じゃダメなんだよ。わかるね？うん。じゃあ見つけたら教えてくれるね。その特徴はみんなここに書いてある。おじさんのうちのところ番地もここにね。はいはい。皆さん、ノラちゃんという猫を探してください。その猫がいるらしいところはこの辺りです。その猫はオスで、毛の色は赤の虎縁、尻尾は太くて少し曲がってて、触ってみればわかります。ノラやといえば耳を立ててじーっと見るでしょう。その猫を見つけた人にはお礼を差し上げます。どうかお願いします。
それから野良に似た猫がいるという親切な電話がいろんなところからかかってきた。しかし先生、あんまり召し上がりませんね。そうなんですよ。近頃は飲む方も食べる方もさっぱり。それにあんまり眠れない。いけませんよ、それは。ノラがいなくなってからずっとお風呂にも入らないんですよ。お風呂の蓋の上にノラの布団が置いてあるからって何も。私遠くのお風呂屋まで通ってるんですよ。雨かな。雨の音は好きだったけれど今は嫌いだ。ノラのことを考えると辛くてたまらない。先生、新聞の折り込み広告作ったらどうでしょう。出来上がったら私がこの辺に新聞を配達してる店に頼みに行きます。ああ、それはいい。気がつかなかったな。私はバカだ。本当にバカだ。ノラが帰ってきた時のことを考えてその挨拶状まで書いたのに。僕はノラのことだよ。僕はしばらく家を空けましたが、その間僕の主人は大層心配をしたよしにていろいろ皆様にご迷惑をおかけしました。この度無事に帰宅いたしましたのでどうかご安心ください。僕の顔を見て主人はまた泣いておりますので、主人に代わってこの手紙を書きます。なお主人は僕の無事を祝うため皆様方に祖産を差し上げたいと申しておりますので、当夜はぜひ。先生はノラが帰ってきた時の用意にうちの番地を掘った首輪を買ってきた。しかしノラはまだ帰ってこない。君、迷い猫は8ヶ月は待たなければいけないという手紙もらったよ。その人の猫は8ヶ月ぶりで無事に帰ってきたそうだ。親切な電話もかかってきます。でも中には変な電話も。この間なんか電話に出ると「ノラはニャーと言いますか?」「はい」って答えると「へえ、ワンとは言わないのかい、へへへ」それでガッチャン。ごめん。はい。お宅の猫まだ帰りませんか？はい。盗まれたのかもしれませんな。奥さん、猫はよく盗まれるんですよ。猫取りという商売がありましてね、猫を捕まえてその皮を売るんです。猫は意外と高く売れる。三味線の皮にするんでね、お宅の猫もその可能性がある。一つその方面を調べてみましょう。は、では。
もしもし。あなたノラが見つかったのよ。ノラ、そんなところにいたの。あなたノラよ、ノラノラノラと仲良しの魚屋のおかみさんが言うんだから間違いないわ。ありがとうありがとう。じゃあ家内が行きますからよろしく。もしもし高山君、ノラが見つかったよ。本当は間違いない。じゃあみんなに知らせてくれないか。私が朝方とってもいい夢を見たのよ。ノラに小味を食べさせてる夢。ノラは必ず帰ってくる。それを言いに来ようと思ったらやっぱり私ノラの好きな小味を持ってきました。先生おめでとうございます。うちの旦那からです。みんなありがとう。ありがとう。おめでとうございます。真剣すぎて。真面目すぎだね。大丈夫だよ。猫って帰ってくんだよ。やっぱりダメだったの。ノラじゃなかったの。私が出ましょう。はいはい、そうですな。誰だ貴様、張り倒すぞ。どうしたんだ一体。畜生、ノラはもういないよ。とっくに三味線になってる。そう抜かすと三味線の音まで聞かせやがった。
いでおいでおいで。これはうちの野良にもらったものだけどお前にあげる。はい、もっと食べ。おいしい。お前野良と同じで小味が好きらしいね。いい子だね。よしよし。おい、先生はもう大丈夫らしいぞ。奥さんから電話があってね、あの猫、野良が見つかったのか。慌てるな、野良じゃない。白黒の、いや、白地に黒の、黒地に白の。慌ててんのはお前が落ち着いて話せ。水くれ。ここにあるよ。つまりそういうわけで。どんなわけだ。落ち着けよ。なんだか白黒の猫がどうしたとか。ああ、それだ。この間見た奥さんが小味を食べさせた猫、あれが居つくようになって、でその猫を先生も抱くようになって、クルツ。なんだいそのクルツってな。貴様、こんな簡単なドイツ語も忘れたのか。クルツ、ドイツ語のクルツは短い。つまり尻尾が短いから。何の尻尾だ。猫の尻尾だよ。白黒の猫は尻尾が短いから、先生はクルツという名前をつけたんだ。まあ、名前までつけるようになったからもう大丈夫だって奥さん。そりゃよかった。それで奥さん今晩みんなで来てくれって、俺桐山の時から北の沢村のところ行って。電話かけないだろ。あ、そうだ、電話だ。電話ならここにあるよ。慌てるな。どうぞ。来るや来るや。お前はいい子だ。家内にかかるとクルツもクルになってしまう。来るもいいですよ。来る者は拒まず、来たる者は拒まずだが、まあいいだろう。しかし私は去る者は追わずとはいかなかった。そのため諸君にも大変な迷惑をかけた。とんでもないですよ。誠に面目ない。クルツは野良の寝床で眠ってます。私は諦めの悪い全く未練な男だ。まだこれだからね。これは蚊よけではない。迷い猫が帰ってくるというおまじないだ。私はまだこんなことまでしてるんだ。まったく我ながら情けない。しかしもう大丈夫だ。私はずっと稲葉のウサギだったが大黒様に助けられた。みんな知らないかな。ここに稲葉の白ウサギ皮をむかれて赤裸という歌。ああ、思い出した思い出した。大きな袋を肩にかけ、大黒様は誰だろう。それは歌の4番目の出だしだよ。この歌長い歌でね、傷ついたウサギが大黒様に助けられる話だよ。そのウサギは私だ。そして
大黒様は誰だろう。誰でもない。それは君たちだよ。いや、野良のことで私に親切な手紙をくれた人、電話をくれた人、私と一緒に野良のことを心配してくれた人、大黒様はその人たちだ。大きな袋を肩にかけ、その大黒様の大きな袋には優しい心がいっぱい詰まってるんだ。その心が私を助けてくれたんだ。大きな袋を肩にかけ、大黒様が来かかると、ここに稲葉の白うさぎ、皮をむかれて赤裸。大黒様は我がり、きれいな水に身を洗い、ガマの方あたにくるまれと、よくよく教えてやりました。大黒様の言うとおり、きれいな水に身を洗い、ガマの方あたにくるまれば、うさぎは元の白うさぎ。諸君、大黒様は誰だろう。先生の家の庭に野良と来るの供養塔ができた。野良はあのまま行方が分からなかったが、来るは猫の寿命を十分に生きてこの下に眠っている。そして庭の柳もこんなに大きくなった。私は今、私が60歳、還暦を迎えた昔のことを思い出しています。私はその時、私はこれで本物のじじいになったと思った。ところが、私は今77歳。日の字のお祝いの日を迎え、あの60歳の時はまだチンピラの若造だったのだと気がつきました。しかし今や私は正真正銘のじじいであります。一時諸君にまだかいまだかいと責められるので、早くもういいよと答えるため、庭の柳の木で首をくくってぶら下がることも考えました。当時はまだその柳の木は小さく細くて、
とても首くくりの役には。しかし今はその柳の木も立派に成長して十分首くくりの役に立つのに、私はまだここにこうして立っておる。誠に面目ない次第でありました。皆さん並びに諸君、今日はどうも本当にありがとう。吉礼によってこの大コップのビールを一息に飲みます。なんだ、また小さくなったな。藪さん、これは君の差し金かね。大コップは年々さいさい小さくなった。これじゃとても大コップとは言えないよ。まあそれでも今のあんたには大きすぎますよ。文句を言わずにおとなしく飲みなさい。まだだよ。では先生のために乾杯。おめでとうございます。これで従来のマーダ会の行事をひとまず終わり、77歳になられた先生の喜寿の祝宴に移りたいと思います。それではまず花束の贈呈を行います。皆さんのお嬢さんたちですよ。ほう。おめでとうございます。ありがとう。ありがとう。では次にマーダ会一同からバースデーケーキを送らせていただきます。やだよ。ケーキの上に年の数だけろうそくを立ててその火を吹き消せと言うんだろう。私には無理だよ。老人を虐待してはいけない。しかし先生、77本はとても立てられませんので7本にしました。私には7本でも吹き消せるかどうか。何しろ歯がところどころ抜けていて吹いても方向が定まらない。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sensei. Happy birthday to you. この子たちはどういう。
お孫さんたちですよ、皆さんの。かわいいね。みんな食べてしまいたいと。ところでこのケーキはこれを持ってきてくれたあの子たちにあげたいな。皆さんいらっしゃい、いらっしゃい。私はこのケーキと一緒に君たちにあげたいものがある。言いたいことがある。みんな自分が本当に好きなものを見つけてください。自分にとって本当に大切なものを見つけるといい。見つかったらその大切なもののために努力しなさい。君たちはその時努力したい何かを持っているはずだから。きっとそれは君たちの心のこもった立派な仕事になるでしょう。ちょっと難しすぎたかな。ごめんごめん。さあどうぞ。ありがとう。では満場のおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、例によって大いに飲んで楽しくやりましょう。先生、今日は後で久しぶりにおいちんをやりましょうよ。先生のおっしゃる通り近くが全く腹の立つことばかりだ。贈愛収愛手を振っておいちにあれやりながら街に繰り出そうぜ。ねえ先生。先生。いやいや、皆さん主治医として申しますが、先生はご心配なさるほどのことはありません。一時持病の不整脈の発作を起こされたまでです。まあ大事を取ってお帰り願って今日はお休みになる方がいいと思います。大丈夫だよ。なんでもない。まだだよ。皆さん、私たち幹事は先生をお送りしてきます。あとはご心配なく。先生のためにこの会を続けてください。先生。主人のステッキ。先生。なんだ貴様、平気な面をしてこのクソ坊主。大丈夫だよ、まだ俺の出番じゃない。
ありがとう。いや別に心配はありません。今晩ゆっくりお休みになれば大丈夫でしょう。ただ私が心配なのはこの連中ですよ。こいつら送り狼ですからね。おい、眠ってる先生を起こしてまだ飲む気だろう。とんでもない。私たちもすぐおねんねしますよ。おねしょするな。なんだあのやぶ。お布団はこの押し入れに敷きましょうか。私たちがやります。お布団少し足りないかも。寒くないかしら。いや大丈夫ですよ。お酒があれば。このままでいいですよ。でもいや今夜は学生の頃のようにやらせてください。先生のスピーチじゃないが僕らももうすぐ本物のじじいになっちゃうんですから。何もありませんよ。すみませんどうも。じゃあ私は金閣寺で休みますから、もし何か。もう大丈夫ですよ。ご心配なく。でも先生を起こしては困りますよ。はいはいはい。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。最高。いいなあ。何が？昔先生と飲んでよく先生の家に泊まったけど、翌日の予習はバッチリやらされた。あれには参ったな。
今夜はそれをしなくてもいいし、明日学校へ行かなくてもいいし。楽ちんだ。よく眠ってる。夢を見てるらしいよ。でも先生はどんな夢を見るのかな。夢も金目だよ。